ASMR マニマニチャンネルです。今日はいつものささやき声ではなくて小声というか地声なのかなで雑談していこうと思います。以前ね1回だけ小声の動画上げたんですけど、そちらの方にね久しぶりにコメントいただいて、最近見てくださった方から小声もいいですねみたいな、また小声動画楽しみにしてますっていうコメントをいただいたので、小声なんか1本しかやって1本だけやって終わってたし、聞きたいって言ってくれてる人がいるならまたやろうかなと思ってやることにしました。今日もちょっとね雑談メインということで、特に咀嚼音とか音フェチとかはしないので、ちょっと手がね暇なんでマイク手持ちにしようかなと思って、こんな感じでゆらゆらしつつやってみようかなと思います。ゆらゆらがね結構ご好評いただいたので、小声もゆらゆらしてやってみようかなっていう感じですね。咀嚼音はないよって言ったんですけど、ちょっとね小声のね声の出し方が難しくて喉が痛くなっちゃうので、飲み物だけ用意させてもらいました。ちょっとたまに飲むかもしれないんですけど、ごくごくね飲み込む音苦手な方いたらちょっとね気をつけてください。ちなみにアイスカフェオレです。今日ねこれね気づいてくれた人いるかな。今日ねイヤリングしてるんですよ。こっちが食パンで、こっちがフランスパン。ちょっと前の動画で髪切りましたって、ちょっと前じゃないか、髪切りました、ショートにしましたって言ったんですけど、私ずっと結構最初長くて胸ぐらいまであるぐらいのロングだったんですけど、なんかロング飽きたなと、2、3年ぐらいロングだったんで飽きたなと思って肩ぐらいのセミロングにしたんですね。そしたら跳ねるわけですよ。やっぱここでね寝癖っていうかもうねアイロンで巻いても治らないっていう寝癖がひどくて、もう嫌になっちゃって切るかっつって切ったんですよね。それでショートにしたら絶対これイヤリングとかピアスとか似合うじゃんと思って、似合うっていうかね目立つじゃんと思って、なんか大ぶりなイヤリングとか欲しいなって思ったんですけど、自分は普段はイヤリングつけてなくて、やっぱ髪が長かったのでつけても見えないなと思ってね。あとは耳も痛くなるし、あと片方なくしたりとかもね結構したので、イヤリングはもういいやと思ってつけてなかったんですけど、だいぶ前に買ったやつ出てきたので、これ面白いしでかいしいいかなと思って今日はつけてます。これはなんかクリエイターマーケットみたいな、ハンドメイドマーケットみたいなやつで、多分ハンドメイド品を買った気がします。何でできてるんだろうね。粘土とかかな。それ軽いですね。紙粘土とかなのかな、わからないです。これはなんかすごい可愛くて一目惚れして買いました。たまにつけてるとね、何それって突っ込まれたりして面白いです。でもなんかちょっと受け狙いすぎてね恥ずかしくもなってきてね、あまりつけてなかったんですけど、動画でぐらいつけようかなと思ってつけてます。なので今日はゆらゆらします。今日はね特に話す内容は決めてないんですけど、そうだ、見せたいものあったんでした。すごい音しちゃった。これ見てください。モンスターボールで最近ポケモンアルセウスにハマってるって話をしたんですけど、そのアルセウス貸してくれた友達とポケモンセンター、ポケモンのねグッズが売ってるショップに行ったんですけど、そこでこんなプチぬいぐるみっていうね、このモンスターボールの形のボールにいろんな
ポケモンがランダムで入ってるよって、ガチャガチャみたいなやつですね。これボリューム2なんですよね。でボリューム3、4とかも結構出てて、2は結構新しい2は結構古めのねポケモンですね。多分あれかな、ルビーサファイアエメラルドぐらいかな、わかんないけど。で結構新しいやつは私最近のポケモンわからないので、知らないポケモンが多くて、ちょっと知らないので誰だなと思って、これだったらね全員わかったので、ピチューとかチコリータとかメリープとかわかったので、メタモンとか出たらいいな、チコリータも好きなんで出たらいいな、エーフィーとかもいいなとか思って引いたんですけど、中身は何でしょうということで、じゃん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 じゃーん、日の嵐ちゃんです。はい、日の嵐知ってますか？なんかね、尻尾からね怒ったりとか興奮したりすると尻尾から火が出るっていうポケモンで、多分イラストではね尻尾から火が出てるかなと思うんですけど、ぬいぐるみにはね火はついてないですね。多分ね友達にね火ついててほしかったなって言ったら、そしたらこのモンスターボールに収まらないからって言われて、確かにって思いました。すごくね、この手乗りサイズでねお口もついてて、体がちょっとちっちゃめですね。デフォルメされてて、お顔が大きくてね可愛いですね。友達がね、なんか自分は日の嵐に似てるからゲームやってた時から日の嵐は相棒なんだって言って、アルセウスでも日の嵐選べるんですけど、最初の3匹で、なんかアルセウスは最近のポケモンなんですけど、最初の3匹御三家ってやつですね、もらえるやつがなんか今までのポケモン作品からこうバラバラに3匹集められてて、日の嵐と木狼と、あとは水がなんだっけな、ちょっと私の知らないやつ、ミジュマルかな、なんかラッコみたいなやつかなの3匹から選べるっていうので、私は木狼が好きなので木狼にしたんですけど、ちょっと進化系があんまりかっこよくなくてしょんぼりしました。友達に聞いたらタイプ的には当たりらしいです。はい、日の嵐ちゃんかわいいですね。ちょっとこのちっちゃいぬいぐるみ好きなので、なんかね、あと邪魔にならないからね、買うハードルがね低いよね。値段も安いし、これ1000円です。なのでちょっとねガチャガチャみたいなの好きなんですよね。でなんかポケモンだったら何出てもよくないですか？なんかこのラインナップだとちょっとビリリ玉はね、ちょっとねビリリ玉かってなっちゃうかもしれないけど、そうビリリ玉以外なら何でも嬉しいよねって言って一緒に引いたんですよね。なのでまたねちょっと行きたいですね。これはとても可愛いですね。膝に置いとこうかな。ちょっと転がっちゃう、頭が大きくて転がっちゃいますけど、これをね動画でね、ちょっと1週間前ぐらいかなに動画ですね、1週間ぐらい前に友達と会ってポケモンセンターで買って、これ絶対動画で見せたいと思って、モンスターボール見せて、何入ってるんでしょうつってダーンって見せたいなって思ってずっとね企んでたんですけど、ちょっとこの動画でねやることにしました。日の嵐、皆さんポケモン何が好きですか？なんかやってましたかポケモン私はダイヤモンドパール世代でダイヤモンドをやってました。リアルがかっこいいです。3匹はナエトルを選びました。なんか草タイプ多分好きなんですね。木狼も草タイプなんですけど、草タイプ好きなのかもなんか草タイプはおっとりした感じの子が多い気がして癒されるので好きですね。なんか水タイプは可愛すぎる気がして、炎タイプはかっこよすぎる気がして、いろんなのいますけどね、詳しくないのにこういうこと言うのは良くないかもだけど、なんかそんなイメージがあって、草
草タイプが一番いいかなって思うんですよね。であとなんか友達と自分がもしポケモンだったらこういうタイプだよねみたいな、なんか人としてなんかジャンル分けするなら何タイプだよねみたいな話をねたまにするんですけど、私はなんか草とか水とかだよねみたいな、自分でもそう思うし、なんかそう言われるんですよね。この話好きなので100万回してるんですけど、動画で初めて言うんですけど、私がまだその YouTube とかでやってなかった頃にツイキャスかなを開いてて、フォロワー向けにで初めて私の声を聞いたフォロワーさんが、仲良しの方がなんか水みたいな声だねって、なんか嫌いな人のいない声だと思うっていう風に言ってくれ、聞きやすいって言ってくれて、あ、なるほどそういう風に聞こえるんだと思って、とてもねその表現が素敵だなと思って、ずっとね自分の声の話するときはいつもねその話しちゃうんですけど、水みたいですかね。どうですか、皆さんにとって私の声ってどういう声ですか？結構ね皆さん優しいのでね、動画のコメントとかだとそういう声いいですとかなんか褒めてくださる方がねとても多くてありがたいんですけど、自分の声ってなんかいつも言ってるんですけど、いわゆるなんか声優さん、アニメ声とか VTuber さんとかみたいな可愛らしい声ではないなって常々ね思うんですよね。こう花澤香菜さん的なね、そういう声じゃないなってずっと思ってるので、何なんだろうね誰か似てる声の人とか思いつきますか？なんかもしいたらね教えてください。なんか一度早見沙織さんの声真似できそうって言われたことあるんですけど、ちょっと恐れ多すぎてねできないですね。でもそれ言われて本気にして、なんか鬼滅の刃の忍さんの動画見て練習してたことありました、声真似鬼滅わかんないのにバカですよね。なんか声真似できるのって面白くていいなと思って、声真似のレパートリー欲しいなって思ったんですよね。あ、でもアナウンサーみたいな声って言われたこともありますね。なんかそういう感じなのかな、癖がないのかな、あんまり声が特徴がないといえば特徴がないんですけど、なんかでもそうですね、寝るときにぼんやり聞くにはいいのかな、もしかしてと思ったりしますね。あんまり私結構女の子の VTuber のね可愛らしい声でわーわー騒ぐ系の VTuber の子好きなんですけど、まあちょっとそういうのはね寝るときには聞けないかなって、まあそういう子たちもね寝るときよみたいなゆっくりお話みたいな動画作ったりするんですけど、スオサンゴちゃんとか100万点バラサロメちゃんとか好きなんですけど、まあ、でもそのワーワーゲームやってる声とかはねなかなか寝るときは聞けないかなって思ったりするので、まあそのなんか向き不向きというか、なんかその特徴のある可愛らしい声がいい時と聞きたい時と、なんか特徴がなくてなんかあんまり刺激がないというか落ち着くみたいな声がいい時もあるのかなと思うので、まあ、そういう需要なのかなと思ったりはしていますが、どうなんですかね。どうかな、皆さんはどんな声が好きですか？好きな声優さんとか歌手の方とかいますか？私はそうですね、なんか透明感のある声が好きですね。声優さんだったら坂本真綾さんとか沢城みゆきさんとか、それこそ早見沙織さんとか、なんかそういうなんか綺麗な声が好きですね。もちろん可愛らしい声とかも好きなんですけど、なんか自分は本当になれるんだったら坂本真綾さんみたいな声になりたいなとか思いますね。歌声も綺麗だしね。なんかそんな感
感じですね。飲み物飲みますね。めちゃめちゃ今が朝なので日差しがすごいですね。ここ日当たりがいいので今朝の10時近くに撮ってるんですけど、すごい日差し。さっきも洗濯物干したら暑くてびっくりしました。でも今日体温調節が難しくて家の中なのに何回も着替えしちゃいました。カーディガン着たら暑くて、ベスト着たら袖が寒くてみたいな、どうしようってなってニットをやめようってなって、このトレーナーをね出してきました。このトレーナーほんとずっと着てるんですよね。イングっていう安めのねブランドの、これも多分 2,3000 円ぐらいで買ったトレーナー、3000円ぐらいかなのトレーナーなんですけど、すごい気に入ってて、秋冬はかなりの頻度で着てるので、また動画で着ることも多分あると思うんですけど、本当にこれめっちゃ好きですね。この真っ赤っかじゃない若干ワインレッドみたいな色味が好きで、自分よくこの色似合うねって言われることが多いので、それでもあって好きで着てるんですけど、ほんとこのトレーナーばっか着すぎなのでトレーナースウェットなんていうんだ、トレーナーって古臭いかな。でもこういうのもう1枚2枚ぐらい欲しいなって思ってるんですけど、これあるからいいかって思って変えてないですね。こういうロゴのトレーナーっていくらでもあるから、決め手にかけるというかね、何でもいいような気がしちゃって、なかなかこれだって、これが欲しい買おうっていう風にならないんですよね。シンプルな T シャツとかもそうなんですけど、こういうT シャツで白くて金でロゴが入っているとかよくあるじゃないですか。そういうのね、あるとおしゃれでいいんだろうなって思うんですけど、どこのお店で買いたいとか、これがすごく欲しいとかならなくて、そこまでねときめきを求めずにね、実用性を考えて買えばいいんだと思うんですけど、なかなかねそれができないっていうねズボンはこれどこで買ったんだろう。ユニクロとかかもしれない。コーデュロイの白いズボンですね。長ズボンです。これは冬場にジーンズって寒いなって思って、冬に履けるズボン欲しいなって思って、お父さんがねコーデュロイのズボンよく履いてるんですよ、冬に。そういうのいいなと思って、まさかのねお父さんの真似してズボン買うっていうでも暗い色だとちょっと老けて見えるかなと思って、せめて白をね選んでみました。白いズボン結構好きですね。こういう色物着た時に白だと映えるし合わせやすいし、なんとなく黒とかよりはちょっとおしゃれ意識してますよみたいな、ちょっと気使ってますよみたいな。ジーンズとかも白いの持ってたりとかしますね。ちょっとおしゃれを気取りたい、白いパンツはおしゃれだと思っているみたいな感じですね、私はそんな感じです。どうかな。でもイヤリング見て思い出したんですけど、やっぱピアス開けたいんですよね。開けたことなくて一度も。でもし開けるならちゃんと皮膚科に行ってちゃんと開けてもらおうって思ってるんですけど、そんなバチバチにはしないで耳たぶに1個普通に開いてればいいなって思ってるんですよね。さっきも言ったんですけど、イヤリングって耳痛くなったりなくしちゃったりすごく多いので、そうピアスいいなって思ってて、しかも好きなバンドのグッズで可愛いピアスが出て、ピアス開いてないのに買っちゃったんですよ。いつか開けるぞって言って開けたいんですけど、
今のバイトがねピアス禁止なんですよね。なのでもうバイト変えようかなってちょっと思ってますね。あんまりいい職場じゃないのでちょっとね、店長があまり有能ではない人で、ちょっとねいろいろ問題があって困るんですよね。時給も別に普通だし、場所的にもなんか同じような距離で同じような通勤時間でいくらでも別のバイトあるなって思ったので、ちょっとね変えていこうかなと思いますね。どんなバイトしようかな。皆さんはなんか楽しかったバイトとか、このバイトは良かったみたいなのありますか？もしあったらね、ぜひ情報待っているので、お聞かせ願いたいですね。私は今は飲食をやってて、飲食はこれが初めてで、今まではいろいろやりましたけど、なんか塾のなんかジムみたいなやつとか、あとはコールセンターとかやってましたね。はい。ちょっとね、あと何やってたか思い出せない、あんまり倉庫とかも一回やったことあります。なんかしんどくてやめましたけど、派遣は行くのが大変だからめんどくさいなと思ってやめましたね。いや、なんかいいバイトないかな。なんかバイト結構すぐコロコロ変えちゃうんですけど、1年持たなくて数ヶ月でね結構コロコロ変えちゃってて、良くないなって、次のバイト先は長く続けたいなって一生思ってるんですけど、全然続かないんですよね。なんか嫌なところがねどんどんできちゃって、結局時給も大したことないし、続けても時給上がったりしないし、なんか居続ける意味がねなんもないので、自分に合わないなとかストレスだなって思ったらもう変えない理由がないので、もうバイトは躊躇せずにね、辞めたい時は辞めるようにしてますね。申し訳ないですけどね、せっかく採用してね仕事を教えてくださった人には。でもバイトがね辞めたいと思うほどのね悪い環境を作ってる方もね良くないので、まあそこはねお互い様かなって思いますね。迷惑かけてるのもかけられるのもしょうがないかなって思います。なんかつまんない話しちゃったごめんなさいね。なんか楽しい話ないかな。最近なんか今頃なんですけど、あつ森に再びハマってて私はあつ森は発売されて1年ぐらいした時にスイッチごと買って、でそれがかなりずっとハマってやってて、でもまあ1年2年ぐらい前に飽きちゃってやらなくなったんですけど、なんかふとやりたいなってやってみようかなって思って始めたら、まあ結構やっぱ癒されるんですよね。なんか何も考えずにできるというか、なんか今はインテリアのコーディネートとかは全然やってなくて、自分の島でなんかひたすら釣りをしたりとか、果物を集めて売ったりとか、なんかそんなことばっかりやってますね。なんか特に何も生み出さない無意味な作業をねちょっとやってね、なんか心を落ち着けてますね。ポケモン進めたいんですけど、なんかこうストーリーを進めたりとか頑張ってボス倒したりとか、そういうのすらもうしんどくて、ちょっとねなんか休みたいなって思って、ゲームでまで頑張りたくないなって思っちゃって、ちょっとゲームもねあんまり頑張れないっていう感じで、一番最小のエネルギーでできるのがあつ森なので、あつ森やってます。あつ森は今はなんかお金貯めるのはもう飽きちゃったというか、お金めっちゃあるんですよ、あつ森の中でだけ。なんか500万ベルぐらい、貯まっててなのでもうお金はいいやってなって、何もしなくても貯まるんですよ。なんか釣った魚売るとか果物集めて売るとか、
溜まってくので、なんかお金はもういいかなって。家のローンも全部終わったし、特にねいらないので、マイルっていうのを貯めるのにハマってますね。マイルはその飛行機のマイルと一緒で、熱森の中でその飛行機を使って離島に遊びに行ったりとか、あとはそういうのに、あとはマイルでしか買えないアイテムがあったりとかするんですけど、そのマイルを貯めるのに今ハマってます。マイルも今20万ぐらいあるんですけど、なんかマイルはベルってお金ほど簡単に貯まんないんですよ。マイルはなんか毎日ミッションがあって5個ずつランダムに表示されるんですけど、例えば果物を5個売ろうとか、雑草を抜いて売ろうとか、化石を鑑定してもらおうとか、カフェでコーヒーを飲もうとか、いろんなミッションがあって、ラジオ体操っていうのもあるんですけど、いろんなミッションがあって、それをクリアすると100とか200とかもらえるんですよ。なんでそんなにね、頑張ってもね1日に1000か2000ぐらいしかたまらないので、あんまたまんなくて、そのマイルをね次は30万にしてやろうと思って頑張ってやってますね。でもなんかミッションは1個クリアすると新しいのが1個出てくるんですけど、その運によるというか、ちょっとこれはできないなっていうミッションもねたまにはあるんですよね。例えば果樹園を作ろう、果物を埋めると果物の木ができるんですけど、果樹園を作ろうとか言われるんですけど、私の島すでに果樹園状態なので、島中がお金作りたくて、フルーツが高く売れるのでフルーツ植えまくってるので、もう今からフルーツ植えろって言われても困るんですよ。植えるとこないんですよ。なのでフルーツ植えようとか出てくると困るし、なんかあとはめんどくさいやつ、できなくはないけどめんどくさいやつとかもあるんですよね。ちょっとね手順が多いなとか、そういうのもあるので、なんかやりやすいやつがポンポン出てきたらなんかポンポンやれるんですけど、今日はちょっと外れたなみたいな、いいの出てこないなーって時はちょっと諦めたりとかしてます。なので、しばらくぶりに熱盛やってて、ね、楽しいですね。なんか自分はゲーム実況、ささやきゲーム実況っていうのをやってみようって結構初期から思ってて、ゲーム画面をパソコンに映し出す機械もねもう買ってあるんですよ。できるって思ってテスト録音もしたことあってできるんですけど、やってないですね。あんまり需要がなさそうな気がして、とやってみようとしたゲームが意外と音がうるさくて、その睡眠に使ってほしかったので、静かなゲームがいいなと思って静かそうなゲーム買ったんですけど、あんまり静かじゃないっていうのだと難しくて、私がちょっとクリアできなさそう、なんかできない、マリオみたいなアクションゲーなんですけど、なんかうまくプレイできなくて、これ見てる人にストレス感じさせちゃうなと思ってちょっとやめました。で次はあつ森も最近やってるし、あつ森の自分のお家紹介ルームツアーとかやろうかなって思ったんですけど、なんかそんな動画死ぬほどあるだろうし、なんか私も別に上手くないし、あつ森インテリアとかやってもしょうがないかなと思って、誰も見ないかなと思ってやれてないんですよね。でもしねゲーム実況興味ある方いたら、なんかこのゲームやればとか、これいいんじゃないとかね教えて、なんか見たいだけでもいいんだよね、教えてくれたら嬉しいです。じゃあちょうど30分ぐらいだし、そろそろ終わりにしましょうか。私もね今日はお姉ちゃんが家に遊びに来るので、そろそろね来るかなって感じなので、この辺で終わりにしようかなと思います。 Thank you for watching this video. I'm glad if you enjoyed this video. Thank you.
See you next time. ということで、小声雑談いかがでしたでしょうか。聞いてくださりありがとうございました。 ASMR マニマニチャンネルでした。バイバーイ。